全体的な意味の言葉がナムルですよね。種類もたくさんあります。やっぱ時期的に出るものを全てナムルでもできるから。皆さんこんにちは。今日はナムルを作ります。今日のナムルはとりあえず3つ一般的なナムル盛り合わせですよね。今回はこれを作って、次回はこれを使ったビビンパまで2つの動画で紹介しますので楽しみにしてください。まず時間かかるものからやりますけど、ゼンマイスーパーで普通に売ってるんですよ。こうやってこうやってっていうか普通に切って水気を切ります。水気を切りますね。このままだったらこれはすごく長いんですよ。これを後で包丁で切ります。一旦水を沸かしますね。その間ゼンマイをカッティングしますね。カッティングしますね。半分切ってこことここ、それで OK。 一番いいのはやっぱり時間ある方は1枚1枚ずつ並んでて同じ長さで切った方が一番いいですけど、そんな今回ナムルもやしとほうれん草とゼンマイだと思うんですけど、他のナムルの種類とかありますか？たくさんありますよ。まずナムルって韓国ではナムル盛り合わせっていうメニューはない。まず基本的におかずでも出てくるし、全体的な意味の言葉がナムルですよね。種類もたくさんあります。やっぱ時期的に出るものを全てナムルでもできるから。水が沸いてきました。そうするとゼンマイを水に投入。これ塩水とか関係ないから、これは1回茹でた後に味付けするから、醤油で煮ながら。でゼンマイを入れてもう1回沸いてきたら揚げるっていう感じですよね。韓国ではこれゼンマイじゃなくてゴザリっていうものを使うんですよね。ゴザリとこのゼンマイは多分ちょっと違いますね。じゃあ沸いてきましたね。沸いてきたら火を消して水気を切る。じゃあこれで茹で上がりです。でここからは何をするかというと、茹でたゼンマイを煮ますね。醤油に味付けは濃い口醤油を 100cc、 みりん 50cc、 これを入れて火をかけます。にんにく 15g、 砂糖を大さじ2つ。これは炒めるんじゃなくて煮るって感じです。でよく混ぜながらさっき醤油を染み込ませるってイメージですよね。今水分があるから水分がなくなるまでずっと煮るっていう。もう水分がほぼなくなってきてるんで、ここで水飴、これを入れることでピカピカするんですよね。これは 50g。 ここでもう一回よくあえてください。ここで少し専門的に味を出したい方のために味の素少々、味の素も入ってるから、もう味付けはこれで OK。 よくあえてきました。ここに火を消します。ここでごま油を2種ぐらい、1、2、3種だ、3種。これで OK です。わ、すごいいい匂い。もう全然変わってきましたね。これ入れるだけで少し味に。ダボン。もう出来上がったら用意してる入れ物に、これはこうやって入れといて冷ましてから冷蔵庫に保管。中抜き出して食べる。出す時は少し上にごま。これでゼンマイは完成です。さあ次はほうれん草やります。ほうれん草は味噌とコチュジャンのナムルにしますね。これはそのまま出してもいいんですけど、こうやって切って包丁でここから出す。一緒ですね。こっちの方がやりづらいですね。こんなことやりました。すいません。でほうれん草を袋から出しますね。頭を切る。半分カット。水が沸いてきてるんで、ここにほうれん草を茹でますが、少し塩水で少しだけ、もっと青っぽくなるから。じゃあ茎を先に入れます。そ
こから葉っぱ全体的にだいたい10秒から20秒ぐらい。これで OK ですね。水気を切ります。そこから氷水にほうれん草を入れます。十分冷えたと思ったら水気をしっかり切ってくださいね。水気があると味付けに邪魔になるから、水気はできればしっかり。じゃあ茹で上がったほうれん草をボウルに移してください。まずニンニク、おろしニンニク。もし生ニンニクちょっと嫌な方は量を減らしても構わないので、それは自分で判断お願いします。あとコチュジャン、あと韓国の味噌、砂糖大さじ1杯。これでよくあえてください。ナムルってどんな時に食べる料理ですか？家に家庭によりますけど、基本お正月とか法事の時乗せるんですよね。法事の時乗せて法事が終わったらみんなで食べたりとか、あとは寺に行ったらナムルご飯、ビビンパナムルご飯がよく出るんですね。ここでごま油少々で完成ですね。ちょっと味見します。ここはやっぱりこっちの方が一番好きですね。この味付けが用意してる入れ物にほうれん草ナムル完成ですね。これも出す時は移してちょっと上にごまかければいいと思います。じゃあ次はもやしナムル、粉ナムルやります。沸いてくる水に塩少し入れてください。その次はもやしを入れる。全体的にもやしが水につくように強火でいいんで、強火で火をかけてください。これがもう一回沸いてきたら、そこから30秒から1分間ぐらい茹でればもやしは OK です。もやしナムルやるとき、僕は今日シンプルで和えるけど長ネギスライスとか入れてもいいと思いますね。今日はシンプルで塩とごま油とニンニクだけ入れます。水気を切ります。一回流れる水に一回冷ましてもらって、そこから氷水ですね。氷水に入れて冷やしてください。十分冷やしたら、さっきと同じほうれん草と同じ感じで水気をギュッと絞る。やっぱり水分がない方が味付けに邪魔にならないんで、水分があったら後からも水分が出てくるんで、ちゃんと水分は切った方がいいです。切ってボウルに、ここで味付けですね。塩 5g、 あとニンニク中さじ1杯。ニンニクの量は全然プラスマイナスでいいんで、ごま油1、2、3種ぐらい。このままいいですけど、もうちょっと専門的に味を出すためにはやっぱり味の素少々。これで和えてください。やっぱり塩は基本は塩、ごま油、ニンニク、これ3つであればよく優しく全体的に和えてもらえば。いいですね。これで全部和えたら用意した入れ物に入れます。もやしナムル完成しました。基本的なナムル3つ、ゼンマイ、もやし、ほうれん草完成しました。さあこれから盛り付けますね。さあこれでごま油軽く全体的に軽くかけて、その上にごま、これでナムル盛り合わせが完成しました。今回はナムル食べずに、次の動画ビビンパやるときこのナムルを使ってビビンパで一緒に食べますね。ビビンパの時はまだナムルやるんですけど、それはまだ違う方法でやるんで、そこも楽しみにしてください。
カツ